welcome back to my Hamo Air Channel。 はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アンジュルムのコンサート2024シークレット佐々木里香子ファイナル愛情の世界へ君もおいでよを見た感想を喋っていきたいと思います。はい、私の推しの佐々木里香子ちゃんのついに卒業コンサートということで、ですね、横浜アリーナでの公演だったんですけれども、残念ながら私横アリには参戦できず、というのもちょっと前からですね体調を崩してしまってまして、風邪をこじらせちゃって、もう声が全く出せないような状況になってしまったので、今回は、横アリには行かず映画館で、はい、ライブビューイングで参戦してきました。はい、やっと声が治ったので今動画を撮っています。はい、私結構今まで何回もハロプロのライブを、アンジュルムに限らずですね、ライブビューイングで見てきたんですけど、今回卒コンのライブビューイングって多分私初めてで、それでどんな感じかなってちょっと思っていたんですけど、始まってみると皆さんほとんどの人が私と同じようにこうペンライトも持ってたし、ちゃんとね映画館でも皆さんと周りの方と一体感を感じながら応援ができたので、そうですね、すごく楽しかったです。結局やっぱり現地参戦したかった気持ちはもちろんありますけど、結局声が出せないのとちょっと体調も優れないとなるとね、楽しみきれなかったと思うので、今回はこれで良かったかなと思ってます。はい、早速感想を喋っていきたいんですけれども、そうですね、何から話せばいいかな。里香子の卒コンということで、本当に大きな節目の一日になるなっていうことで、なんか緊張感というかドキドキ感がありつつ、たけちゃんの卒コンから、続けて今回の卒コンも横浜アリーナというね大きな会場でできるっていうことがすごくファンとして嬉しくて、どういうコンサートになるのかっていう純粋に楽しみな気持ちとっていう感じでね、いたんですけれども、最初から最後まで本当に里香子は可愛くてかっこよくて、改めて美しいなって綺麗だなって思いながら見てましたし、本当にこう愛情深い人だなっていうねふうにずっと思ってたんですけど、その今回の卒業コンサートでもその里香子の本当に愛情深くて素直なところがとっても発揮されていたコンサートだったなって思います。7枚違う9枚か、手紙が9枚だったっていうところもねちょっと衝撃でしたけど、里香子らしいなと思いますし、ドレスがめちゃくちゃ可愛かったですね。あとどういうドレスで今回卒業するのかっていうところがちょっとね想像がつかなかったんですよ。その中でも予想していた感じをはるかに超える素敵なドレスだったなと思いますし、めちゃくちゃ可愛かったですねそれで泣いてね、天使の涙だからアンジュルムだとか言っててね面白かったし可愛かったですね。はい、ライブのね構成もすごく今回期待していて、里香子の意見がだいぶ反映された瀬取りになってるっていうのは、何かの番組とかでね里香子が事前に話していたので、すごいね楽しみだなと思ってたんですけど、最初のまず里香子のソロダンスがもう本当にこういうの見たかったから見せてくれてありがとうっていう気持ちと、本当にかっこよくって、この人は本当にダンスが好きなんだなっていうのがすごく伝わってきて、里香子らしかったので、コーナーをね最初に作ってくれてすごく嬉しかったですね。でそこからの大器晩成からのスタート、大器晩成今回、私ツアーは入れてなかったんですけど1曲目だっていうのは聞いてたので、卒コンでも1曲目かもしくは一番最後かどっちかだろうなと思ってたんですけど、最初だったらちょっとどういう感じなのかなって思ってたんですよ。そしたら良かったですね。
リカ子のソロダンスが終わって一人でステージにいるところにダーダラララララララのとこでみんながこう入ってきての1曲目っていうのはなるほどと思って、すごいかっこよかったし、やっぱ感極まってしまいましたね。でそこから先の、全体的な構成もすごく良くて、最初はもうアンジュルムのアンジュルムを代表するようなかっこいい楽曲でババババッとこう畳みかけるようにスタートして、でそこから噂のナルシーからですかね、ちょっとこう雰囲気を変えて予想してなかった曲とかもあっての魔法使いサリちゃん魔法使いサリめちゃくちゃ良かったですね。でその後スマイレージの曲をリカ子と後輩の子たち少人数でこう回していくメドレーみたいな感じで回していくところがあって、ここが全部ねスマ曲だったっていうところもやっぱりね良かったですね。リカ子はスマイレージがちょうど終わる時にね入ってきましたけど、その後スマイレージさんの歴史を大切にしていかなきゃいけないっていうのをねこうことあるごとに言ってたので、きっとスマイレージ曲は入れてくるだろうなと思ってたんですけど、やっぱりこうやって後輩のメンバーたちが輝けるような形でね、結構たっぷりと思ったより入っていたので、すごいそれが嬉しかったなと思いました。で有頂天ラブからの交差点っていうところがちょっともう感情がちょっとジェットコースターですよね。こっちからすると有頂天ラブは私もすごい大好きな曲なのですごい楽しいってなってるところからの交差点かと思って、ここで来るかと思ってね、ちょっとついていけなかったですけど気持ちがね、その後の後半戦の楽曲もねすごい良かったです。赤いイヤホンとか愛のけだもの、愛されルートとか、やるか微妙やるかもしれないしやらないかもしれないなと思ってた楽曲だったけど、やっぱり聴きたい曲だったのですごい嬉しかったですし、今回は全体を通してそのリカ子の同期の卒業曲が入ってたりとか、そうですね、リカ子が縁の深かったメンバーの代表的な曲とか、卒業した時の最後の楽曲がすごいたくさん入っていたなと感じたので、本当に歴史をたどれるような構成でもあったなと思いました。そしてね、アンコール明けのリカ子が、ドレスで出てきての君だけじゃないさフレンズ、よかったですね。曲を選ぶのもリカ子らしいし、最後にね歌い終わった後に現メンバーの写真がこうまずバーッと出て、リカ子の同期のね3期メンバーの写真が出たところはもうさすがに泣きましたねみんな泣きますよね、あんなのね。本当に同期愛も強いしメンバー愛も強いリカ子らしいなと思いつつ、でもくどくそれをやりすぎない、一瞬で終わるようにねしていたのが良かったなと思いました。で Thank you Hello Goodbye からの友よということでね終わりましたけど、そうですね、アンジュルムのライブってこうだよねっていう構成だったとも思うし、かつ自分的にはちょっとサプライズの曲とかもあったりしたので、本当に大満足のセトリで、しかも今回特攻がねすごかったですよね。もう前回のたけちゃんの横ありのライブと比べても今回すごくボール投げとかしてたり、ボンってサリーちゃんの時にね特攻があったりとか、紙吹雪があったりとか、そういうのがねすごい豪華だなって思って、それも良かったですね。ではいつも通りですね、メンバー一人一人の感想をちょっと短めに話していきたいなと思います。というかまず最初に、今回ツアーの中では怪我人が出たりとか、ちょっと病気で休んじゃったりとかっていう子がね結構コンスタントに出ていた中で、今回11人ちゃんと万全の状態で揃って横浜アリーナに立てたっていうことが
まずすごいなって、アンジュルムって本当に本番に強いなって改めて思いました。はい。で下のメンバーから話していくと、ゆっぴょんとはなちゃんですね。まずこの2人はもう本当に可愛いし、なんか今回のライブでもすごい気合を入れて2人なりにこう頑張っているのがすごく伝わったんですけど、今後そこにさらになんか個性というかね、自分なりにこうやってみようっていうのが加わると思うので、はなちゃんなりの表現だったりとか、ゆっぴょんなりの歌い方だったりとか、なんかそういうのが今後どんどん増えていくんだろうなって思うと、もう楽しみでしかないですね。そしてこの2人の見どころが、今回サリーちゃんが特にやっぱり良かったなと、今だからこそ出せるフレッシュ感と曲がとっても合っていて、とっても良かったなと思いました。そして次はペイペイですね。はい、ペイペイは今回もねかっこよかったですし、今の髪型もめちゃくちゃ似合ってていいですね。はい。なんかリカコの卒業後結構ね言われてますけど、リカコのかっこいい部分を受け継いで、パフォーマンスの中でのねかっこよさをペイペイが受け継いでくれるんじゃないかなっていう期待もしていますし、そもそもたけちゃんの卒業の時に私この子がいてよかったってすごく思ったのがペイペイで、なんかペイペイはまだ若手なのにちょっと影のある歌い方っていうのかな、それができる子だなと思っていて、陰と陽の陰の部分がね出せる子だなと思って、はい、そういう子が若手にいるっていうのがとても貴重だし、かっこいいし、ビジュアルもどんどん進化していって、もうますますペイペイからは目が離せないなと思っています。はい。そして今回はね三色団子の中堅になりつつあるわけですけど、三色団子が彼女たちの成長がすごかったですね。まずは若菜ちゃんが今回デコ出しをしていて、1曲目からもう若菜ちゃんが一番最初に抜かれた時にすごい悲鳴が歓声がすごい上がってましたよね。で、私映画館にいたんですけども、映画館の中でもおーってどよめきが起きていって、さらにそのスクリーン越しでその横ありの会場でもすごく歓声が上がっているのをなんか同時に感じられてすごいなと思いましたね。はい。でもそれぐらい本当に可愛かったし、本当に似合ってましたし、本当に若菜ちゃんはすごいですね。はい、すごい、めちゃくちゃ目立ってましたね、今回のライブで。ケロはなんか安定してきたなっていう印象でした。ケロに関してはたけちゃんが卒業するちょっと前ぐらいからの成長がすごいなと感じてて、で実際にいい歌割りをもらえるようになったりとか、一個殻を破ったなっていうのは去年あたりから思ってたんですけど、なんかこれはいい、もちろんいい意味でまだまだ爪を隠してる感じがするんですよね。で今回リカ子に対してケロちゃんがなんか今自分の目指すところが佐々木さんだと思ったみたいな、そんなようなことをね言ってたんですけど、なんかそこまで結構はっきり言うのが珍しいっていう印象で、私の中でリカ子の卒業っていうのはやっぱりいろんな子にそうだと思うんですけど、ケロにとっても一つすごく大きなターニングポイントになるんじゃないかなって思いました。はい、続いてしおんちゃんですね。しおんちゃんは今回ライブを見ていて、歌の安定感がまずすごく増したなって一個思ったのと、最後のメッセージのところでリカ子に対してのメッセージの時に悔しかったって言ってたのがとっても印象的で、しおんちゃんって最初からある程度こう平均以上に何でもできていたっていう印象もあって、結構優等生な、パフォーマンス面でいうと優等生な印象が私はあったんですけど、その中で、同期がりんちゃん、ケロと、あと若菜ちゃんっていうところもあって、なんか話題性が結構ねその2人に持っていかれがちだったりとか、なんかある意味ちょっと損な役回りポジション
でもあるのかなと思うと、結構活動する中でいろいろ悔しい思いをしてきてるのかなっていう感じも勝手にねしました。ただなんか今回ライブを見てて、なんかその今のしおんちゃんっていう殻をもう一個なんか破ろうとしてるのかなっていうのが、これもなんか勝手にですけど感じたので、しおんちゃんについても今後がめちゃくちゃ楽しみだなって気持ちになりました。はい。そしてりんりんですね。りんちゃんはですね、私今回リカコ以外のメンバーで一番ハイライトが多かったなって思うのがりんちゃんで、もういろんなパートが本当に良かった。今回お団子で髪型がお団子でここからちょろんって出てる髪型私大好きなんですけど、もうめちゃくちゃ可愛くって、可愛いなってカメラに抜かれるたびにね思ってました。はい。で46億年ラブの時のリカコを持ち上げたところが本当に私もう笑っちゃって、はい、映画館でもねざわめきが起こってましたけどたけちゃんの卒業の時にねリカコがやったことをリカコに今度ねりんちゃんがしてあげてたっていうのがねすごい可愛かったし、ほもよの時のエアギターのねりんちゃんも今回もすごい可愛かったし、コメントをする時になんか佐々木さんにちょっと愛情を伝えきれてないのでここで伝えますって言って大好きですみたいにマイクを通さずに叫んでたのもすごい可愛かったし、もう毎回そうなんですよ。私今回だけじゃなくてどのライブを見ても絶対りんちゃんがすごい印象に残るんですよ、終わった後に別に特に推しってわけじゃないのに必ず何か爪痕残してくるんで本当に見てて飽きないなと思いますね。はい、続いて伊勢レイラちゃん、レラタンについて喋っていきたいと思います。新曲が出るたびに、そしてライブを見るたびにレラタンがいることでアンジュルムの1個の曲のその表現の幅がすごく広がってるなっていうのを感じていて、例えば今回、新曲のビビたる一撃を私まだライブのパフォーマンスちゃんと見てなかったので初めて見たんですけれども、ビビたる一撃で言うとA メロ2番の A メロのところかな、レラタンが担当してて、そこで曲の雰囲気がガラッと変わるんですけど、それをガラッと変えられるあんな変え方ができるのって多分レラタンしかいないし、そのレラタンの持つ雰囲気って本当にレラタンしか持ってなくて他のメンバーが持ってないものなので、儚さ、可憐さ、湿っぽさみたいなものをレラタンが持っていることで楽曲がより深くなる、表現がより多彩になってるなと本当につくづく感じます。で、私は実は3年前ぐらいまでは結構レラタンの歌唱力がそんなに言うほど安定してないなと思っていて、パートによってはちょっと声が出しきれていないみたいなところを感じたりもしてたんですけど、ここ2年ぐらいはもう本当にレラタンのパートをめちゃくちゃ安心して聴けるし、すごい偉そうに申し訳ないんですけど、はい、なのでレラタンにはずっといてほしいですね、グループに。はい、続いてカワムですね。いや、カワムは今回のライブでもすごい存在感をずっと放ってましたね。最近2018年とか19年頃のアンジュルムのライブを見返してたんですよ。そしたらもうカワムの変わり方にびっくりしました。今と全然違うんですよ。いつからこんな力強い歌声でなんか堂々としたパフォーマンスができるようになったんだろうって、ちょっとねカワムの歴史をまたちょっと辿ってみたい気持ちになりました。数年分のね。で、カワムといえばもともとご当地アイドルで活動していて、そこからハロプロに来たっていうところが、リカコとね境遇がちょっと似ている部分があって、ライブの最後のコメントの時にも佐々木さんアイドルになってくれてありがとうみたいなことを言ったんですよ。で、リカコがそれに対して
噛むもでしょみたいな風に返してたと思うんですけど、もうそこも本当に泣いちゃってあとは私はもともとカワムの長い手足とダンスもすごく好きなので、リカ子が卒業してしまって、やっぱり長身のね、身長の高いメンバーのダイナミックなダンスっていうところがどうしてもちょっとこう薄れちゃうところがあると思うので、ぜひそこはカワムに今後も期待したいなと思ってます。はい、続いてカミコですね。カミコって本当にすごいですね。すごい今更なんですけど、何度も思うんですけど、これはビジュアルのインパクトだけでもすごいのに、あれだけ激しいダンスをしながら完璧に歌うじゃないですか。なんかどうなってるんですかね、体もともとは可憐な感じの印象だったけど、もうここ数年は本当にそこに力強さがどんどん加わって貫禄も出てきましたよね。これからがリカ子がいなくなってしまって、これからが本当の上国領萌え時代かなと、思いますので、事務所には勢いを落とさせずに売り出してほしいですね。もうそれだけです。はい、上子がリーダーをやってる時に絶対緩めちゃダメですよ誰も見てないと思うけど、関係者の方に言いたいですね。最後に佐々木里香子さん、どの曲の映像を見ててもライブを見てても常に中心に里香子がいて、アンジュルムの楽曲の中には里香子がもしいなかったら作られなかったんじゃないかなと思う楽曲もたくさんあるし、特にダンスブレイクがハロプロの中でも一番多いのがアンジュルムだと思うんですけど、そういうグループになった、ダンスを見せるっていうグループになったのも、リカ子の存在があったからだと思うし、ここまでの人気グループにアンジュルムを押し上げた功労者いっぱいいると思いますけど、間違いなくリカ子はね、その中の中心の一人だったと思いますし、たびたび言われてますけど、私のような女性ファンがアンジュルムにたくさんついているのはやっぱりリカ子の存在がすごく大きかったと思うし、だからちょっとね、想像はできないですね、リカ子がいなくなっちゃうのは。だからそれこそその横ありのコメントでいろんなメンバーが言ってたように、ちょっとリカ子の卒業っていうのはグループが結構変わるタイミングなんだろうなって思います。それはすごく楽しみなことですし、今までも、あやちょだったりとか、そういう主要なメンバーが抜けるごとにグループとして成長を繰り返していって、ここまで大きくなってきているので、だから楽しみでしかないですけど、寂しくもありますねただリカ子ちゃん個人としては絶対今後も表舞台にどんな形であれ立ってくれると思っていますし、そのために生まれてきたような人だと思うので、才能がね有り余っていると思うので、これからも応援できるんじゃないかと思うと楽しみですね。はい、でも一つの区切りということで、私がアンジュルムを好きになった大きなきっかけを作ってくれた佐々木里香子ちゃん、本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。応援しています。では今日はたくさん喋ってきましたが、この辺りで終わりにしたいと思います。皆さんもアンジュルムについてよかったら何でもコメントしていってください。ありがとうございました。See you!